おはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさ。俺はデスマッチを提案する。その勝負受けた。その覚悟見事なり。参ったてめえ。我々が後に勝すればお前たちの負けだ。先にも後にも行けず時間切れまでここで過ごすことになる。2番手はお前だ、瀬戸勘。こっちは誰が出る。俺が行くよ。俺たちきっと勝てるよ。大丈夫かゴン。だってこの人普通って感じだよ。全然怖そうじゃないもん。確かに肉体派じゃねえなそいつ。でも薄気味悪い野郎だぜ。少々予定が狂ったな。じわじわと時間をかけていたぶってやるつもりだったが相手が予想以上の腰抜けで時間が稼げなかったぜ。何問題ねえよ。俺たちがあと2つ勝ちゃいいだけの話だろう。そうすれば俺たち全員が72年分の恩赦が得られるっつうわけだ。恩赦が俺にはクソの役にも立たねえな。楽勝だな。ガキが2人も残ってるぜ。長期服役囚。そう100年以上の刑を課せられている重犯罪者たちのようだ。我々をこのトリックタワーから出さないようにすればおそらくその時間に応じて刑期を短くしてもらえるのだろう。レオリオ、内輪もめは奴らの思うツボだぞ。とんだ試験官だぜ。自分の刑期を減らすために時間をかけて俺たちを足止めしようってんだからな。ってことはおっさんの判断は大正解だな。あの坊主頭おそらく元軍人か傭兵だよ。戦ってたらまず初めに喉を潰されて参ったさえ言えない状態にされたね。だろうな。あとは死なない程度に拷問されてたよ。残り時間ずーっと合理的だな。もちろんそれも計算済みよ。どうしたおっさん、顔色悪いぞ。しかし妙だな。あの男も重犯罪者のはずだがまるで殺気が感じられない。殺気とは別の危ない感じはするけどね。超長期服役囚といってもいろいろなタイプがいるのさ。ねえ、どうやって勝負すんの？確か戦い方は自由って言ってたけど。じゃあ僕から提案させてもらっていいかな。ご覧のように僕は体力にあまり自信がない。単純な殴り合いや飛んだり跳ねたりは苦手なんだ。俺はそっちの方がいいな。あんまり考えたりすんの得意じゃないから。わかりやすいのがいい。だったらこのゲームは君も気に入ると思うよ。ダイナマイトじゃないよ。ただのろうそく。こいつに同時に火を灯し先に火が消えた方が負け。どう？わかりやすい。その勝負でいいよ。オッケー。それじゃあ。どっちのろうそくがいいか決めてくれ。
長いろうそくなら丸を、短い方なら×を押すこと。多数決で決めてもらおう。罠だ。普通なら当然長い方のろうそくを取る。そう普通なら。長い方にはきっと仕掛けがあるに違いねえぜ。確かにそう考えるのが普通だ。だがその裏を書いて短い方に仕掛けがあるかもしれない。しかしそんなこと言ってたら。そう、キリがない。不自由な二択ってやつだ。不自由な二択？明らかに条件の異なる選択を迫られた時、人は警戒心が働き即断できなくなる。さらにその選択が失敗した時の心理的ダメージは通常の公平な二択の時より数段大きいものとなる。ゆっくり決めてもらっていいよ。僕たちの方はたっぷり時間があるし、多数決とは言ってもここでは相談も自由だからね。おい、どっちにする？クラピカどっちだ？俺はな。ゴン、お前が決めるんだ。お前の決定に私たちも従う。我々があれこれ悩むよりゴンの野生の勘にかけよう。賛成。俺が決めていいの？ああ、わかった。それじゃあ長い方ね。まさか長いろうそくでいいんだね。だって長い方が長い時間火が消えないに決まってるじゃん。どこが野生の勘なんだか。まあ仕方ない。まあ、どうせ考えてもどっちが罠かなんてわからねえしな。ポチッと。オーケー。長い方が君、僕が短い方。それじゃあ同時に火をつけよう。ゲームスタート。危ない危ない。下から吹き上げる風が強いな。これはうっかり動けねえし、よそ見すらできねえってことか。あのろうそく普通ならどれぐらいで燃え尽きるんだろうな。5、6時間ってとこじゃないか。長丁場だぜ。なんだあのろうそく。ありゃろうの中に火薬か何か混じってるんだ。見ろ、やっぱり長い方に罠が仕掛けてあったんじゃねえか。ちょっとこれ。違うね。僕が用意していたろうそくは4本。不自由な二択はあくまでも実際の罠を隠すためのカムフラージュ。君たちはどちらかが罠だと思い込んだ。あまりにも不公平な選択を前にして両方とも罠だとは考えなかった。実は長短どちらを選ぼうが、僕が君に渡すのはちょっぴり仕掛けを施したろうそくだったのさ。みるみる短くなっていくぜ。あの調子じゃあと 2、3分しか持たねえ。連続爆弾魔のやりそうな手口だな。俺の方が短くなっちゃった。やばいぜやばいぜ。このまま負けを待つしかねえのかよ。あと1分も持たねえな。恨みっこなしだよ。罠にはまった君が間抜けだったんだからさ。火の勢いが強いってことはちょっとの風じゃ消えないってことだよね。勝ち。おお、いいバネしてるね。
よっしゃ、これで俺たちも一勝だ。でかしたぜゴン。あとは俺とクラピカで2勝して、ここはクリア。全身だい。俺もいるってこと忘れんなよな。同時踏みやがって。道具なんか使って小細工するからだ。さて次は俺だ。よし、私が行こう。マッチョ。今までに19人殺してきたが、19って数はキリが悪くてイライラしてたんだ。嬉しいぜ。やっと20人目が現れてくれてよ。今度は連続殺人犯か。俺は命のやり取りでなきゃ興奮できねえ。半端な勝負は受けねえぜ。我に血を、臓物を、苦痛に歪む表情を。いいだろう。勝負の方法を決めてくれ。それに従おう。おお、いい度胸だな。それなら相手が負けを認めるか死ぬかするまで戦うデスマッチといこう。ただしたとえお前が途中で負けを宣言しても、そこで俺が攻撃をやめるなんて望みは持たないことだな。わかった、それでいい。こいつバカか。それとも俺の恐ろしさを想像する力もねえボンクラか。始めようか。おお、上等だ。まあこういうやつのために俺にはとっておきの切り札があるのさ。右腕と背中にな。おいおい、大丈夫かよクラピカは。相当やばいぜあの男。キルアはどう思う？どう思うったって余裕かまして格好つけやがって。だがそういうやつの透かした顔が死の恐怖におののく瞬間、それをじっくり見物するのがまたたまんねんだよ。おいクラピカ、先手必勝だ。正攻法で言ったらお前の方が不利に。よーく見やがれ。俺の恐ろしさってもんが。床を素手で。おいクラピカ、一旦引くんだ。12本足の雲。あれは何なのレオリオ。幻影旅団のメンバーだって証だ。それってクラピカの同胞を皆殺しにしたっていう？そうだ、クラピカが敵と狙うあの悪名高き殺人集団幻影旅団。あいつがそのメンバーだったとは。体内に鋼鉄を仕込み、岩をも砕くこの拳の威力と旅団の入れ墨、この2つを同時に見せられて戦意を喪失しない者などいるわけねえ。どうした？声も出ねえか？俺様は旅団四天王の一人、人呼んで破壊王マジタニ。一発目は挨拶代わりだが、次はそうはいかねえ。もっともここでお前が負けを認めるなら考え直してやってもいいけどな。恐怖のあまり凍りついちまったか？クラピカが怒ってる。なんだお前。おい、俺の話を聞いただろう。負けを認めるなら止まれ。出ないともう一発。いや、痛いから一日一発が限度か。あれ？分かった、俺の。
3つ忠告しよう。1つ、本物の幻影旅団の証は雲の中にダインナンバーが刻まれている。2つ、奴らは殺した人間の数なんかいちいち数えない。3つ、二度と旅団の名を語らぬことだ。さもないと私がお前を殺す。なんだあの赤い目は。黄色の目。あの時と一緒だ。大丈夫か？ああ、私に怪我はない。つうか、お前に近づいても大丈夫？分かっていたんだがな。一目見て大した使い手ではないことぐらい。そうか？鼻からビビるぜ、あの顔見たら。なあゴン。だってあいつ見ても全然ゾクゾクしなかったもん。あんなの最初っからバレバレじゃん。あいつが人を殴る度胸すらない、ただのハッタリ屋だってこと。入れ墨も偽物だということは分かっていた。しかし雲を見た途端に目の前が真っ赤になって。というか実は普通の雲を見かけただけでも逆上して性格が変わってしまうんだ。あれな。しかしそれはまだ私の中で怒りが風化していないという意味で、むしろ喜ぶべきだろうな。クラピカには雲は見せないようにしないとね。そうね。まったくクソの役にも立たねえな。花から期待していない。奴の取り柄は整形失敗によるあの顔でのハッタリのみだからな。クルタリアンがいるとはね。詐欺専門のハッタリ屋では荷が重すぎたか。よーし、俺で決めるぜ。おい、さっさとそいつを片付けて次の野郎出しな。俺はできねえな。まだ決着がついていない。どういうことだ？そいつは気絶しているだけだ。勝負はデスマッチ。一方が負けを宣言するか死ぬかするまで戦うと決めたはず。奴はまだ生きているし負けも宣言していない。ヘリクス抜かしやがって。おいクラピカ、あのハッタリ野郎とケリをつけてこいよ。断る。な？勝負はもうついている。しかしあの時すでに戦意を失っていた相手を私は殴ってしまった。これ以上敗者に鞭打つような真似はごめんだ。じゃあ一体どうする気だい？彼に任せる。彼が目覚めればおのずと答えは出るはず。私から何かする気はない。ねえ、俺がやってやろうか。人殺したことないんでしょ？怖いの？殺しを怖い怖くないで考えたことはない。それにこれは1対1の勝負。手出しは無用だ。なるほど。でも意外とわがままなんだ。ああ、まったくだ。とにかく団体行動なんだから他人の迷惑考えろよな。悪いが意見を変えるつもりはない。ねえ、よーし、そんなら多数決だ。蹴りをつけるなら丸、つけないなら×を押すこと。せーのっと。あれ、なんで何にも出ねえんだよ。俺たちが勝手にやってるからじゃない？よし、なら挙手で決めようぜ。とどめを刺すのに賛成の人。はーい。あれやねえ、お前らまでどういうつもりだ？だって無意味じゃん。意見変えないって言ってるし。グラピカはな、幻影旅団がぶっ潰そうってんでハンターになろうとしてんだぞ。だったら必死こいてハンター試験に受かる努力をするのが通じってもんだろうが。努力はしている。だができないものはできない。さっきみてえにぶん殴って負けを宣言させりゃ済むことじゃねえか。無理だよレオリオ。何？クラピカが怒りを感じてるのは幻影旅団の方で、あの人じゃない。あの人は幻影旅団のメンバーじゃないもん。だから嫌なことは決闘してでもやらない。そりゃ俺のポリシーだろ。俺二人とも似てるような気がするんだ。強制はよくねえぜ。何？人それぞれ事情や信念があるからな。うるせえ！お前なんぞに言われたかねえ。くそ、分かったよ。俺はもう知らねえ。勝手にしろってんだよ。知らねえ。
あ、拗ねちゃった。ほっとくっきゃねえな。バカが完全に術中にはまってやがる。多数決のトリックにな。多数決は非常に便利で効果的に思える。だがこれこそが危険で甘いわな。多数決において絶対にしてはいけないことが2つある。それは相談と挙手。匿名性が失われ、少数派の存在が自他ともに明らかになるからだ。そして少数派になった者に湧き上がるのは疎外感、不満、怒り。やがてそれは全員の対立、不信につながり、ついには崩壊に至る。ここでの決裂はすなわち5名全員の失格を意味する。決裂はまさに時間の問題だな。次の勝負って賭けなの？でもレオリオって強いのかな？次回「ハンターハンター儚い命マジ谷」レオリオに30点。聞いたのね、大地にそよぐ風の声。